けましておめでとうございます。あやはれです。今日は私の増えた体重を元に戻す1日の食事を紹介します。食事を紹介する前に、私が体重を減らしたい時に自分に課す3つの食事ルールを紹介します。この3つのルールを意識して献立を考えることで、私は今の自分のベスト体重である48キロに戻すことができます。レシピだけ見たい方は概要欄からスキップできますので、ぜひご活用ください。体重を減らすための食事ルール1、玄米を主食として毎食 80g から 100g 食べます。玄米は白米に比べて消化吸収が遅く、とても腹持ちがいい食材です。しっかり噛んで食べると少ない量でもかなり満足感があるので、私は玄米を食べるようにしています。玄米が苦手な方は雑穀米やもち麦、オートミールでも OK です。オートミールの場合は毎食 30g から 50g 食べます。これらの茶色い炭水化物と呼ばれる食材が苦手な方は白米でも OK です。ただし白米は消化吸収が早い食材なので 100g では少し物足りないかもしれません。満足感のない量の食事をして間食が増えると意味がないので、自分に合った量に調整してください。ちなみに私はパンやうどんなどの小麦粉製品は食べません。理由としては、私の体重増加の原因のほとんどが小麦粉製品か甘いお菓子の食べ過ぎだからです。私にとって小麦粉製品は食べれば食べるほど食欲を増進させ、腸内環境も乱れ便秘気味になります。減量したい時はできるだけ小麦粉は食べるのを避けるようにしています。体重を減らすための食事ルールその2、タンパク質を毎食目標 25g 取れるように献立を考えます。私は体重 ×1.6g を1日のタンパク質摂取目標としています。なので1食あたり約 25g を目標として毎食何を食べるかを考えるようにしています。タンパク質は肉や魚、卵、大豆、乳製品などに多く含まれていて、私は朝は卵や納豆、プロテインでタンパク質を取り、昼と夜は肉か魚で取ることが多いです。なぜ私がタンパク質を意識して取るかというと、三大栄養素の中で最も脂肪に変わりにくい栄養素がタンパク質だからです。タンパク質の摂取目標を立てておくことで、自然とタンパク質を中心とした献立を考えることができます。結果的に糖質や脂質に偏りすぎることを避けられ、痩せる献立を考えやすくなるので、この方法で実践しています。とはいえ私はかなりズボラな性格なので、毎日細かく正確に計算しているわけではありません。あくまで目標として設定しておくことで、毎食何でタンパク質を取るか意識するために目標を設定しているだけです。これから実践してみようかなという方は、最初は体重 ×1g からでも OK です。私がよく使っているタンパク質早見表は概要欄に載せておくので参考にしてみてください。体重を減らすための食事ルール3つ目、キノコを積極的に食べます。1日に何グラム食べるという具体的な数値は設定していませんが、常に冷蔵庫にストックして、いつものおかずやスープにキノコを積極的に足すようにしています。キノコは低カロリーで、おかずのかさ増しに最適な食材です。キノコに含まれるキノコキトサンという成分は、脂肪の吸収を抑える働きがあると言われています。食物繊維が豊富で、便秘解消にも効果的です。むくみを解消してくれるカリウムも豊富に含まれています。とはいえ食べ過ぎると食物繊維の摂りすぎでお腹を下してしまうこともあるので注意してください。朝食を作ります。まずは朝昼2食分のツナ卵焼きを作ります。私は在宅勤務で朝に余裕があるので自炊をしていますが、朝から卵焼き作る時間なんてないよという方は、納豆ご飯にツナを乗せるだけでも OK です。納豆ご飯を作る時間もないよという方は、コンビニでギリシャヨーグルトとおにぎり1個でも OK。朝はしっかり噛んで食べて体を起こし、タンパク質を摂取することを大事にしています。朝からタンパク質を摂るメリットとして、朝からタンパク質を摂ると1日の食欲が抑えられるという研究データもあります。ボウルに卵2個、ツナ水煮缶を1缶丸ごと、マヨネーズ小さじ1を入れ、よく混ぜ合わせます。卵焼きフライパンで焼いていきます。玄米ご飯 100g に納豆をのせます。それではいただきます。玄米ご飯はとにかくしっかり噛んで食べるようにしてください。玄米は白米と違って消化吸収が悪いので、しっかり噛まないと消化不良で腹痛を起こしてしまうこともあるそうです。
少し私の器が大きいので量がより一層少なく見えてしまいますが、しっかり噛んで食べることでこの量でも結構お腹にたまります。ただ量に関しては無理に減らさず、もしこの量で少ないと感じたら調整してください。ルイボスティーを入れて午前の仕事を開始します。ルイボスティーはリラックス効果が高いそうで、今生理前でピリピリしている私にぴったりです。お水は1日2リットル飲むようにしているので、仕事前に必ずデスクに置きます。仕事に集中するとうっかり水を飲み忘れてしまうため、タイマーを設定して定期的に水分補給をするようにしています。お腹が空いたのでお昼ご飯を作ります。えのき1/2袋分をすべてざく切りにして 25g 程度スープカップに入れておきます。夜ご飯のスープにも使うので、もう 25g 残しておいてください。豚肉を広げてえのきを巻いていきます。えのきをたっぷり入れてボリューム感のある肉巻きにしたいのでたくさん入れます。片栗粉を小さじ1/2程度薄くまぶします。フライパンにオリーブオイルを小さじ1入れます。中火で肉巻きを焼いていきます。肉にしっかり火が通ったら弱火にして、醤油小さじ2、みりん小さじ2を入れます。タレがしっかり絡んだら完成です。お皿に盛り付けます。えのきとわかめの中華スープを作ります。スープカップに入れたえのき 25g に水 150cc を加えます。わかめ大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2を加えます。よく混ぜたら軽くラップしてレンジ 600W で1分半温めます。ごま小さじ1、ごま油小さじ1/2をかけたら完成です。玄米は冷凍後そのままレンジで温めるとパサつくので、水大さじ1をかけてから温めます。昼食の完成です。今私はお正月の暴飲暴食でかなり消化器官が疲れているので、消化に負担のかかる肉の脂質を少しでも控えようと思い、今回は豚バラではなく豚ロースの肉巻きにしました。食物繊維たっぷりのスープで乱れた腸内環境を整えます。お昼もしっかり噛んでいただきます。午後も定期的に水分補給をしながら仕事をします。集中力が切れたら少し間食を入れて休憩します。おやつは素焼きナッツと高カカオのチョコレートを食べます。これらはいつも家にストックしています。ナッツは脂質は高いですが栄養価もすごく高くて、少量でもお腹にたまります。高カカオチョコレートに豊富に含まれるカカオポリフェノールは基礎代謝アップの効果が期待できると言われています。とはいえ食べ過ぎは良くないので、私はナッツを1日10粒程度、チョコは2つ程度にするようにしています。夕食を作ります。コメントを見ていると魚料理が苦手という方も多いですが、魚は高タンパクな上に魚の脂質には中性脂肪を減らす働きがあるので、ダイエット中積極的に食べたい食材です。今日はフライパンで作る超時短ぶり大根を作りたいと思います。ぶりは塩を振って5分程度放置しておきます。大根は皮を剥いて幅2センチ程度のいちょう切りにします。レンジ 600W で4分温めます。ぶりを水で洗い、水気を切ったら小さじ1/2の片栗粉をまぶします。フライパンにごま油小さじ1を入れます。中火でぶりを両面焼いていきます。両面火が通ったら大根を入れます。水 500cc、 酒、みりん、醤油をそれぞれ大さじ1、生姜チューブを3センチ程度、蜂蜜を小さじ1入れます。落とし蓋をして10分程度放置し、味が染みたら完成です。スープを作ります。えのき 25g 入ったスープカップにわかめ大さじ1を入れます。顆粒だし小さじ1/2を加えて水 150cc を注ぎます。軽く混ぜ合わせたらレンジ 600W で1分半温めます。味噌小さじ1を溶かし入れたら完成です。
玄米ご飯を添えたら夕食の完成です。最初にお伝えした通り、魚はダイエットの強い味方なので、私は週に3回は食べるように心がけています。夜ご飯が20時以降になるときは玄米ご飯の代わりに豆腐を食べることが多いです。理由としては、やはり玄米ご飯は消化吸収が遅いので、睡眠までの時間が短いと少し寝つきにくい感覚があります。豆腐を使った夕飯レシピは他の動画で多数紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。私が今日紹介したレシピの量はあくまで私が無理なく実践できる量のため、足りない、多すぎるという場合は量を調整してください。足りなくてお菓子の量が増えてしまったり、多すぎて無理に食べるのは良くないです。自分が満足できる量を日々調整しながら、できそうなところから実践してみてください。いつもご視聴、コメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。私の経験や知識をベースに、これならできるかもと思ってもらえる実践的な情報を発信していきたいと思います。